こんにちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今日はちょっと完成品がいつもよりたくさんあって、その紹介をしようと思います。じゃあまず先週パターン化するよっていうお話をしてたサマーソックスなんですが、試作品というか、試作品ですね。試作品ができました。これは自分の足のサイズで作ったので、だいたい 23.5 から24くらいの靴のサイズ、24センチ 23.5 センチから24センチくらいの靴の大きさで作ってます。こんな感じで使用した毛糸は先週もご紹介したと思うんですが、つま先も胴の部分も KFS のコットンコンの毛糸を使っています。でちょっとずつね、色の出方が違ってて、ちょっとだけずれてるって感じなんですけど、それもまた可愛いなと思って気に入ってます。でそのパターンについてなんですけど、今ちょっと考え中で、その 23.5 から4センチ24センチ程度の靴下、このサイズの靴下の作り方と、あと25センチの作り方も用意したらいいかなって悩んでるところです。ちょっとどうなるかまだ未定なんですが、今パターン書いていますので、もう少しお待ちいただけたらなと思います。でこれ一回履いて外に出てみたんですが、特になんかずれるとか、靴下がずれてくるとかそういうこともなく、でももう少しきつくてもよかったかなっていう印象があります。もう少しきつくするってなると、やっぱりマチの部分の増し目を減らすとかかな。つま先は結構ぴったりだったんですけど、多分このマチの部分もうちょっと減らしたらよかったかなとは思ってますが、ここのね、履き口のところがあるので、ちょっとぐらいフィットしてなくても脱げづらいっていうか、脱げることはなかったです。でいろんな方に見てもらってすごいって褒めてもらえたので嬉しいです。でそうだな、とりあえず指定糸は誰でもってわけではないですけど、いろんな方が手に取りやすいようにこの KFS のコットンコーンの毛糸を使用したいというか、指定糸として表示したいなと思っています。でどうだな、このつま先のいつ変えるかっていう部分とかもちゃんと書きたいなと思ってますし、あとはこの履き口のところをね、どうやって書いたらいいか今試行錯誤してて、つなぎ目の部分とか作り目するんですけど、作り目するところどうやって表現するかとかいろいろ考えてて、これを作りたい方に一言言っておきたいのは、靴下初心者の方向けではないということですね。1回2回くらい靴下を編んで、その靴下を編むっていう技法、いろんな技法を含めて自分はなんとなく靴下の編み方の構造とかが理解できるよっていう方向けにはなると思うんですが、どうだろうな。でも初心者の方でも棒針編みやったことある人ならできるかなって感じなんですが、でも普通のこの甲側がついてる靴下よりはすごい早くできるので、私は前も言ったかもしれないんですが、片方編み終えるのに 1.5 日から2日くらいでできました。で
いろいろ大学の講義とかも聞きながら作ってるので、それくらいにはなるんですが、まあこの靴下を作ることだけに集中したら、でもまあ1日2日ですね、やっぱり。だから1週間に2セットくらい作れるか作れないかみたいな、そんな感じにはなるんですが、結構簡単にできてしまうので、小さいサイズだと本当にすぐできちゃうので、まあ達成感もありつつ、この履くのもやっぱり楽しかったので、やっぱり編み物とか洋裁とか、その身につけるものを作る手芸の人たちって、その作る工程も楽しいと思うんですけど、やっぱり身につけて外に出歩いたり、誰かに見てもらったりとか、そういうのが絶対的に楽しいことだなって思ってて、自分でまあまあな出来でも誰かに見てもらうことですごいって言ってもらえたり、どうやって作るのって聞いてもらったり、あとは私もこういうの欲しいんだよねって言ってもらえたり、まあそれはあんまり好きじゃない人もいるかもしれないんですけど、私はそういうことどうやって作るのとか、私にも作ってほしいって言われるのすごく嬉しいので、だからそういう気持ちをいろんな方に味わっていただきたいというか、まあもうそういうの経験したことある方の方が多いかもしれないんですけど、でも私のこのサマーソックスのパターンで編んだものを身につけて外に出た時に誰かになんかいいねって言われたりとか、まあ私も作ってみたいとか、そういう風に言ってもらえたら一番嬉しいので、そういういろんな方に、その編み物される方にも見てほしいですし、編み物されない方にもこういうものがあって、こういうの自分で作れるんだよっていうことを見ていただきたいなってちょっとこっそり思ってたりします。で、これ何グラム使ったんだろう、そこまでちゃんと測ってなかったんですが、でも甲側がないから何グラムなんだろう、30、40グラムくらいなのかな。後でちゃんと測ってみますが、まあ甲側がない分糸量が少ないと思えば、なんとなくその靴下編みされる方ならグラムの想像はつくと思うんですけど、まあ結構軽いので、これコットンコーンの系統っていうのもあるかもしれないんですけど、結構軽い感じで履き心地も結構良くて、汗も吸収してくれたので、今は洗剤の匂いとかしかしないですけど、ちゃんと汗も吸ってくれて履き心地も良かったし、かかともね、私そんなにギチギチでもないしブカブカでもない、ちょうどいいサイズだったので、私はこれで作っていけばいいかなって思ってます。で、テストニットもそのうち知り合いの方がやってくれるということだったので、ちょっとお願いしようかなと思っています。で、パターンリリースするときはまたこういう動画じゃなくて別のお知らせ動画みたいな感じで撮ってまた投稿しようかなと思っています。じゃあまず最初、ちょっと長くなりましたが、サマーソックス第1号、第2号ではあるんですけど、ちゃんと自分のサイズで履けるものができたのはこれ1号目なので、第1号ということでご紹介しました。で、次なんですが、まずこのバッグから紹介しようと思います。このバッグは YouTube で編み方動画を見つけて、もこ太郎さんっていう方の YouTube 動画で100均毛糸簡単模様で可愛いショルダーポーチの編み方、かぎ針編み
クロシェポーチっていう動画を見て作ったんですがちょっとね針サイズがちょっと太かったかな。最初はそうでもないかと思ってたんですけど、ちょっと太かったようでブカブカしてて、で結構前に教わったことなんですけど、かぎ針編みでこういうショルダーバッグとか、そのバッグ系、肩から下げる感じのバッグ系は底の部分をまあ全体的にはなるんですけど、全体的に針サイズを落として細い針でギッチギチに編むっていうのが基本らしく、でそうすることで編み地が伸びないそうなんですよ。で私もそれまでは結構ゆるゆるにかぎ針編みのポーチとか、ポーチっていうかポシェットとかショルダーバッグとかメッシュバッグとかいろいろ作ってたんですけど、実はそうじゃなくて、ギッチギチに編んだ方が長い期間使える、そういうポーチになるそうで、私もそれ知るまでは全然できてなかったので、今度から実践しようと思ったのにもかかわらず、こういうゆるいバッグができてしまいましたでこの使った毛糸なんですが、これはどこのわかんないな、この毛糸になります。ウイスターマーブルドーナツっていう毛糸で、カラーナンバーは5番になります。で毛糸玉の状態で見ると、ちょっと今使ってるので少なくなりましたが、こんな感じで確かにドーナツみたいって感じの見た目なんですけど、ちょっと色もうちょっとパステル寄りなんですけど、この黄色がすごい気に入って、お店で何回も手に取っては戻してっていうのをまあ1時間くらい悩み、結局一玉買ってきたって感じで、これはクラフトハーツ東海さんのお店にあったので、そこで買ってきました。で他にもね、緑とかピンクとかグレーとか白あったかな、なんかそういう感じのカラーバリで、なんか他の緑色の毛糸も良かったし、でもやっぱり今なんかわかんないけど黄色が自分の中で来てて、この黄色すごいあったかい色っていうか、なんかお花にこういう色ありそうだなって思って、それで買いましたでそう、これ買った時はなんかこれね、確か綿 78%、アクリル 22% なんですけど、綿の毛糸ということで、最初は一玉で編めそうなショールとか考えてたんですけど、見ての通り結構太くて、中細よりも太い感じになるんですけど、これでショールとか編んでもちょっと足りないかもと思って、それでこのバッグを作ることにしたんですけど、まあここにねスマホとか入れてみたんですよ。そしたらもう結構伸びちゃって、この伸び具合とかも、引っ張ると分かると思うんですけどやっぱり伸びちゃってね、ちょっと失敗したなと思ったんですけど、まあこれはこれで使うとして、でまあ完成したよっていう報告ですちょっと納得できなくて、今もう一つ作り始めてて、もう一つはこんな感じでギチギチにしてます。でさっき見せた黄色い毛糸と、あと飲みの市で買ったこっちの山吹色なのかな、ちょっと濃い黄色の毛糸を引き揃えて作ってます。ちょっとね色がこっちの方が濃い感じがして、私はこっちも好きなんですけど、もう編むの楽しくて、さっきも動画撮るまでの間ずっと編んでて、で今度は針サイズ
4号 2.5 ミリの針を使って編んでます。でこっちの完成した方はかぎ針サイズ6号の 3.5 ミリで編んでました。なので結構細さが違うんですけど、でもこっちの方がうまくいきそうな感じがしてて、私的には期待大のポシェットです。これも多分来週にはできてると思うので、来週の動画でお披露目できたらなと思います。なんかやっぱり最近暑くなってきて、棒針編みも楽しいんですけど、やっぱかぎ針いいなって思い始めてて、でこれ以外にも作ったものがあって、それがじゃーん、このシルバニアのお洋服を作りました。これは30分くらいで作っちゃいました。こんな感じで、後ろはちょっと汚いんですけど、どうなってるんだこれは。ちょっとリボン結びがね、左利きなので下手くそなんですけど、こんな感じになってます。すごい可愛くできて、これは YouTube で作り方を見つけて、HNK さんっていう方のかぎ針編みシルバニアの赤ちゃんエプロンワンピースを編むっていう動画を見て作りました。でこの使った毛糸は工業紙3本引き揃えで全部面が入ってる毛糸を使いました。すごい可愛くて気に入ってます。でこれすぐできちゃうので、色違いで作りたいなと思ってて、今いろいろ試行錯誤中です。で他にも編んだお洋服じゃなくても、その布を使ったりとかリボン使ったりとかのお洋服がすごい可愛くて、今ずっとそのシルバニア用のお洋服の作り方動画調べてて、めっちゃ楽しいです。でなんかね、フリフリのリボンテープみたいな感じのやつで作ることもできるらしく、それを今度試してみようかなと思っています。それもちょっとジャンルは違うんですが、またできたら紹介しようかなって思ってます。すごい可愛くて気に入ってます。やっぱり夏になると毛糸触るのきついような気もしてるんですが、でもやっぱり編み物すること自体は好きなのでやめたくないっていうか、でもやっぱりそのスポーツとかもそうだと思うんですけど、同じこと例えば走ることだとか球技とか、なんかそういうスポーツでも何でもやり続けることで成長できると思ってて、私は中学校の時陸上部だったんですけど、ちょっとね一日休みがあって全く走らなくて、次の日休み明けに部活行くとすごい息切れしちゃって、それを経験してからは何事も休んじゃいけないと思って、休んでいいと思うんですけど、私の場合は一日でも休んじゃうと感覚が鈍るっていうか、運動として考えるとしたらなんか運動能力が低下するみたいな感じで、編み物も技術はそのまま身についてはいるけど、多分感覚的にはちょっと落ちてるところがあるんじゃないかなって自分的には思ってるので、かぎ針編みでもいいし棒針編みでもいいし、毎日何かしら編むようにはしています。で
そうしてるうちにどんどんやりたいこと編みたいものが増えてて、ちょっと今いっぱいいっぱいで放置してるのも何個かあって、早くやんなきゃって思ってるんですが、それも含めてなんか楽しめたらいいなって思ってます。そう、今はシルバニアの赤ちゃんシリーズの子を買ったので、その子に着せるお洋服作りが楽しくて、編み物もですけどソーイング系、ソーイングって言ってもちょっとだけ縫うくらいなんですけど、そういうのも楽しくやっています。夏は結構編み物から離れて別のことをされる方多いって聞くんですけど、私はなんか同時並行していろんなことしたいので、夏場は染め物もちょっとやらなきゃいけないくなってきて、ショップオープンのためにも今いろいろ場所借りたりとか、染め剤買ったり生地糸買ったりいろいろしてて、染めもやらなきゃいけないし、あと紬もちょっとずつ再開したいし、あとはお洋服作りとか、ハンドメイドの方は、作家活動の方は一旦お休みというか、秋冬になったらまたそれ用のものを編みたいなと思ってるので、それに向けていろいろ作るものを考えたり、あとはそんな感じですかね。あとは鈴まりさんで買ってきた毛糸で編んでるショールを早くでかしたいっていうのもあって、今いろんなことをやっています今日はちょっとそっちは紹介できないんですが、また完成したらそっちのショールとかも紹介できたらなと思います。あとはなんだろうな、あとダイソーに売ってる紙紐とか麻紐とか、そういうのでバッグ作ってみたくて、でもなんかそのかぎ針編みとかで作るんじゃなくて、織みたいな感じで、織物みたいな感じで作りたくて、だから麻紐とか紙紐よりだったらクラフトバンドみたいな、なんか硬いリボンみたいな、そういうやつの方がいいかなって思ったりしてて、今いろんな動画を見たりとか、あとダイソーとかに行ってどれがいいかなって見たりしてて考えてますが、それも夏の間にしたいかなって感じで、今年の夏もいろんなことに挑戦しようかなって思っています。また来週は何撮ろうかな。来週もしかしたら染めたものを紹介できるかもしれないです。ちょっと藍染めまた行きたくて、週末あたりにもう一回藍染め体験に行くので、それで染めてきたものを、毛糸ではないんですけど、その藍染めで今結構やられる方少ないみたいで、私の地元でも一人の方しか教える方がいないそうで、結構珍しいって言ってたので、その機会を無駄にせず、いろいろ体験できたらなと思っています。なのでその紹介をしようかなって思います。じゃあまた来週の動画でお会いできることを楽しみにしています。あとは Twitter と Instagram もありますので、ぜひ遊びに来てください。じゃあまた来週の動画でお会いしましょう。またね。